あなたの猫ちゃん、本当に幸せに過ごせていますか？ご飯を毎日ちゃんとあげて、おもちゃで遊んで、トイレも清潔にしてる。でも、ふとした時に思いませんか？うちの子、ちゃんと幸せかな？猫の満足度って、目に見えるものだけじゃ分かりにくい。今回は、猫が心から満たされている時に見せる、12のサインをご紹介します。猫の本音が見えてくるかも。気になった方はぜひ、チャンネル登録と高評価で応援してくださいね。それでは、早速行きましょう。1、呼ばれてもすぐ来ないことがある。名前を呼んだのに来てくれない。ちょっと寂しく感じるかもしれませんが、これは自立した猫の健康な反応。呼ばれても、今はこっちがいいから、もう少しここにいたい。と自由に行動できる。そんな猫らしい気まぐれさこそが、猫が安心している証なんです。依存が強すぎる猫は、呼ばれたらすぐ来ることが多いですが、それは寂しさや不安感の裏返しでもあります。呼んでも来ないのは、信頼していて満足してるからこそ、マイペースな反応を許せる関係。理想的ですよね。2、あくびや伸びがよく見られる。あくびや大きな伸びを見せるのは、猫ちゃんがリラックスしている証拠。警戒心が強い状態では見せにくい行動なので、日常的にあくびや伸びをしている猫ちゃんは、心の余裕があるんです。3、毛づくろいの時間がしっかりある。毛づくろいは清潔を保つだけでなく、気持ちの安定にもつながる重要な行動。落ち着いた猫ちゃんは毛づくろいの時間を大切にしています。逆に毛づくろいが少なすぎたり過剰すぎたりする場合はストレスの兆候かもしれません。4、退屈な日でも穏やかに過ごしている。今日は何も特別なことがない一日。そんな日でも猫ちゃんが騒がず落ち着いて過ごしているなら、それは今に満足してるってこと。家具にいたずらしない。異常に泣き続けたりしない。意味もなくうろうろしない。こんな猫ちゃんなら、ストレスが少なく、日常に満足しています。人間も、心が不安定な時ほど退屈を嫌いますよね。猫も同じで、刺激がない、イコール不満、ではありません。何もない一日を、のんびり楽しめる心の余裕こそが、猫の幸福度を表しているんです。5、環境の変化や音に動じない。雷、掃除機、急な来客。生活には小さな刺激がたくさんありますよね。そんな時、猫ちゃんはどう反応しますか？もちろん猫は音に敏感な生き物。落ち着いていつもの状態に戻れるかどうかがポイントです。幸せな猫は、びっくりしたけど大丈夫と気持ちの切り替えが上手。いつまでも隠れて出てこない。些細な音にもビクビクしている場合は、不安やストレスを抱えている可能性も。普段通りに戻る力イコール猫の心の安定力。これは意外と見逃されがちですが、重要な幸せの指標です。6、人が見ていなくても自然体で過ごしている。人が見ている時だけ甘える。いい子にする。おうちにそんな猫ちゃんがいたら、猫ちゃんなりに空気を読んで演じている状態かもしれません。今に本当に満足していたら、人がいてもいなくても猫ちゃんはずっと自然体。留守番中も同じ場所で寝ている。帰宅しても慌てずのびっとあくび。そんな姿が見られるなら、それは猫ちゃんが心から安心している証です。7、遊びの終わり方が自然で穏やか。猫じゃらしやボールなどおもちゃで遊んでいるとき、猫ちゃんの遊び終わりに注目してみてください。満足している猫は、楽しかったと自然に遊びを切り上げます。おもちゃに飽きたら毛づくろいを始める。その場をすっと離れて落ち着いた表情になる。執着してやめたがらない。威嚇やイライラしたような動きをする。そんな猫ちゃんは心に不満を抱えている可能性があります。遊びの終わり方は満足感のバロメーター。もう十分遊んだよという穏やかな空気が出ていたら、それは幸福な猫の特徴。8、掃除や模様替えにも冷静。掃除機をかけたり部屋の模様替えをしたとき、猫ちゃんがどんな反応をするか観察したことありますか？心に余裕のある猫ちゃんはちょっとびっくりな状態から、でも大丈夫という風に落ち着いて対応できます。掃除中に興味津々で寄ってくる。家具が動いても平気な顔。こんな姿が見られたら、この家は安全、何があっても大丈夫と信じている証拠です。逆に小さな変化に怯えすぎる子は日々の安心感が不足しているかも。環境の変化への柔軟性も幸せ度を測るポイントの一つです。9、食後すぐに寝ず余韻を楽しんでいる。猫ちゃんの食後の様子、じっくり観察したことありますか？
ご飯を食べ終わったらそのままバタンと寝る。こんなことがあったら猫ちゃんが疲れていたりストレスを抱えているサインかもしれません。本当に満足している猫は食後に毛づくろいをしたりぼんやりと余韻に浸る時間を持ちます。これは美味しかったなぁと感じている心の余裕の表れなんです。人間だって美味しいものを食べた後はすぐに寝るより余韻に浸りたいもの。あなたの猫ちゃんはどうでしょう。もしゆっくりとした動きで落ち着いているなら満足している証拠です。10、寝る場所にその日の気分がある。今日はソファ、昨日はベッドの隅、雨の日は押し入れの中。猫ちゃんの寝る場所にちゃんとしたパターンがありますか。これも猫の幸福度を測る大きなサイン。気分や気温、光の加減に合わせて場所を変えられるのは選択肢がある豊かな生活を送れているからこそ。逆にいつも同じ狭い場所にしかいない猫は環境に不安を抱えている場合も、今日はここが一番心地いいと自由に寝場所を選べる猫ちゃんは今の暮らしに満足しているということなんです。11、飼い主が見えない時もリラックスしている。あなたが家を空けている間、猫ちゃんはどうしていると思いますか。帰宅した時にのびのびとリラックスしている姿が見られたらそれは最高のサインです。常に飼い主のそばにいないと落ち着けない子は依存や分離不安を抱えている可能性もあります。でも信頼関係がしっかり築けている猫なら飼い主はちゃんと帰ってくることを分かっていて一人の時間も安心して楽しめるんです。留守中にお気に入りの場所ですやすや寝ていたり毛づくろいをしていたりしたらそれは立派な自立した猫の幸せサインです。12、自分だけの静かな時間を楽しんでいる。猫ちゃんが誰にも邪魔されずに一人静かな場所で過ごしていることはありませんか。これはとっても良いサイン。不安やストレスがある猫は常に周囲を警戒していたり落ち着かずそわそわしていたりします。一方幸せな猫は今をゆったりと楽しむ心の余裕があるんです。お気に入りの窓辺でぼーっと外を眺める。暗くて静かな押し入れですやすや。こうした行動は安心して過ごせている証。人間も気持ちに余裕があるときは何もしない時間も心地よく感じますよね。猫も全く同じなんです。あなたの猫ちゃんにはいくつのサインが当てはまりましたか。全部じゃなくても大丈夫。一つでも当てはまっていればそれは幸せの芽が育っている証拠です。猫ちゃんの幸せは目に見える物質的なものよりも心の余裕や安心感の中にあります。ぜひ今日のチェックポイントを参考に猫ちゃんの気持ちにもっと寄り添ってみてくださいね。この動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録をお願いします。よかったらコメント欄であなたの猫ちゃんの様子や当てはまったサインを教えてくださいね。次回も猫ちゃんとの絆がもっと深まるお話をお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。